今回は PW ことプレストンの日記に赤文字で追記した人物について、現段階で判明している情報をもとに考察していきたいと思います。この文章は ARG で発見された回収されたメモで、喜びの時間の情景を生々しく綴った内容です。そして、このメモが見つかった場所はラボである可能性が高いと考えられます。そこでまずは、赤文字の書き手になり得る人物を何名か候補として挙げます。候補者、喜びの時間以降、外部からの干渉はほぼないと見られます。そのため、資料やメモは基本的に関係者がいた場所の近くで見つかるケースが多いです。ミス・ディライトのノートも同じ傾向でした。この前提から考えると、ラボで消息を絶ったプレストンの日記も、ラボ内で発見されたと見て良いでしょう。では、プロトタイプや他の実験体が潜むラボ内で、プレストンを気にかけ、返信まで残した人物とは一体誰なのでしょうか。候補者は意外にも多く、まずはポピーです。ポピーはプレストン一行と接触しており、プロトタイプ陣営とも中立に近い立場でした。さらに、ラボ内にいたことも示唆されています。次にステラです。ステラはプレストンとメールでやり取りをしており、喜びの時間を起こしたメンバーの一人とされています。返信内容がメンバー視点で、なおかつプレストンの心情を理解している文面に見える点から、候補として挙がります。次の候補はニューマン博士です。ニューマン博士もプレストン同様に消息不明で、施設内は実験体が横行しているため、生存自体が厳しい環境です。殺害されたのか、捕まって被験体にされたのかは不明ですが、もし生存しているなら返信が可能だった可能性は残ります。断罪動画内では言い争いになりましたが、時間の経過によってプレストンの内情を察したと解釈できる文章でもあります。続いて、ラボ関係者としてホワイト博士とグレースです。ホワイト博士はソーヤー博士の後釜として巨大化計画を引き継いだ人物で、事件当時ラボ内にいた可能性が高いです。ただし過去の ARG では、ソーヤー博士がホワイト博士は1995年に死んだと回答しており、おそらく喜びの時間で命を落としたと推測されます。グレースもラボで勤務していた可能性があります。治療計画の担当者という立場から考えると、プレストンより上の立場で相談相手になっていた可能性もあります。ここまでで候補者は5名です。次は条件を整理し、さらに絞り込んでいきます。条件。ここで赤文字の書き手に関する条件を整理します。まず、赤文字の人物はネームタグを机にしまったと記述しています。このことから、プレストンの机の位置を把握していた人物であることがわかります。また、この日記をプレストンに返したいと述べている点から、日記がプレストン本人のものであると分かっている、もしくは筆跡を知っている人物である可能性が高いです。そして、最も重要なのが謝罪している点です。そもそもラボの科学者たちは、実験体の凶暴さを十分に理解していました。これまでも多くの犠牲が出ており、劇場事件もその一例です。それにもかかわらず、今更謝罪するでしょうか。しかも、その相手がプレストン一人に限定されている点には強い違和感があります。この日記が喜びの時間以降に書かれたものである以上、こんな結果になったという言葉は、喜びの時間に関係する出来事について謝罪していると考えるのが自然です。以上から、喜びの時間の計画を知らなかった可能性が高い、科学者であるホワイト博士とグレースは、候補から外れます。計画メンバーだった可能性を完全に否定することはできませんが、現時点では情報が不足しているため除外します。また、動画内の会話では、ニューマンがプレストンに対して、謝る必要はない。私たちは良い仕事をしていた。こんな結果になったのはあなたのせいではない。とかばう発言をしています。このやりとりは、一見すると今回の書き手がニューマンであるかのような印象を受けます。しかし、キャットナップの再調整から5年が経過する中で、プレストンとニューマンの関係性には変化が見られます。プレストンがニューマンをジェシカと呼んでいる点からも、長い時間を共に過ごしたことが伺えます。一方で、赤文字の書き手はプレストンではなく、ドクター・ウィラードと記しています。この呼び方の違いから、プレストン呼びをしているニューマンは候補から外れます。以上の条件を踏まえると、残る候補者はポピーとステラの2名に絞られました。計画を知らなかった。プレストンは動画内であんなことをするとは思っていなかった。他に選択肢がなかった。と語っています。この発言は、喜びの時間の実態が従業員の大量虐殺であるとは認識していなかったことを示しています。ステラと共謀した計画も追い詰められた末に選んだ行動であり、事の全貌を理解した上での判断ではなかったと考えられます。ここで重要なのは赤文字の書き手です。喜びの時間以降もラボで一定期間生き延びていることから、
少なくともプレストンよりは計画について把握していた人物である可能性が高いと言えます。自分だけが生き延び、計画の全貌を知らなかった彼が死んでしまった。その結果に対する謝罪だと考えると、文面の感情とも一致します。同様の発言はポピーからも確認できます。主人公に対しても2005年まで似た内容を語っていることから、計画そのものが虐殺だとは知らず、認識としてはプレストンと近かった可能性があります。博士の証言通り、喜びの時間当日のポピーの役割が生存者を探してプロトタイプに報告することだったのであれば、ポピー自身にも有罪の判決が下されるはずです。しかし、無垢で純粋とされている点からも、ポピーは喜びの時間の真実を知らなかった側だと推測できます。以上を踏まえると、赤文字の書き手として現時点で最も有力なのはステラです。これはあくまで仮説ですが、ステラは喜びの時間当日、何が起きるのかを把握しており、プレイケアのスケジュールを変更できた立場にありました。その結果、孤児たちを安全に地下深くへ誘導できた人物でもあります。これは、プレストンよりも計画の詳細を理解していた可能性を示す要素です。一方で、ステラの筆跡と赤文字が大きく異なる点は無視できません。また、人間のままラボに留まり続けるのは、現実的にかなり厳しい状況です。確証はありませんが、ステラには一つの生存ルートが考えられます。それが、ポピー人形の被験体となった可能性です。人間の手と人形の手では構造が異なるため、書きにくさから筆跡に変化が生じたと考えることもできます。実験体にされたステラ、いわゆるステラポピー説です。ステラは少なくとも1994年12月頃までは人間として業務に就いていたと考えられます。ただし、実際にいつ実験を受けたのかについては、正確な時期を特定できていませんでした。しかし、今回発見された資料によって、ステラポピー説は一気に現実味を帯びてきました。喜びの時間以降、コールの日記に記されているように、従業員や科学者が数名囚われていた可能性があります。もしそうであれば、実験を行える立場にあったニューマン博士は、他の従業員たちをおもちゃに入れた状態で、生きたままプロトタイプの実験を手伝わせていたのかもしれません。その場合、ニューマンやプレストンが生存している可能性も高くなります。赤文字にある、こんな結果になってしまって申し訳ないという言葉は、人間として存在しなくなったことへの悔恨とも受け取れます。ネームタグを元に戻す行為も、人間であった証を残すための行動だったのかもしれません。カウンセラーオフィスのように、机ごとにネームプレートが設置されていた可能性も考えられます。その場合、赤文字の書き手は、ネームプレートを手がかりにプレストンの机を特定できたのかもしれません。ステラが生かされた理由は、孤児の世話をさせるためだったとも考えられます。喜びの時間の計画を把握していた者たちは、孤児を避難させること、そして従業員を数名残すことを、あらかじめ想定していたのかもしれません。この点から、プロトタイプの目的には、孤児と数名の科学者が必要だった可能性も浮かび上がります。もちろん、ステラがリリーになった可能性は否定できません。今後 ARG の情報が更新され、リリーに関する新たな資料が出てきた場合には、改めて検証し直す必要があるでしょう。今回の考察が参考になったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。